もともとは日本にいた時に、絵が好きで、そのままなんか学校入って、その時はシルクスクリーンやってて、大学で。それでその後、時代も悪いし何しようかなと思った時に、とりあえずじゃあ留学しようかなって言って、アメリカのサンフランシスコ行って、アートスクール行って、メジャーが版画だったから、そのままプリントメイキングのメジャーなところに行って、で、そこで逆に初めてちゃんと版画を学んで、リトもやったし、あとエッチングもやって、シルクももちろんやって、他にもいろんな版画の技術を覚えて、でなおかつちゃんとしたアートスクールだったから、いろんなマテリアルを触る機会があって、でなんだろう、ウッドショップとかもあったし、メタルもあったし、逆に初めてペインティングもしたし、そこでみたいな感じで、もう本当にもうありとあらゆるメディアを触る機会があって、その学校サンフランシスコで。でそうしてるうちに卒業しちゃうでしょ。で卒業した後ファインアートメジャーって何するって言ったら、別に就職しようがないから、じゃあサンフランシスコ行っても、ギャラリーが逆に数限られてるから、どうしようって言って、大都会ニューヨークに行くべって言ってニューヨーク行って、行ったら当然そんなにやることな、同じだけどなくて、ギャラリーがいっぱいあるから、展示はいろいろできるし、ニューヨークは当然だけど壁があればキュレーターがいてって言って展示はいろいろできるから、それはそれなりに楽しくやってたけど、お金稼ぐのは超大変だったから、アシスタントしたりっていうのは逆にその学校でいろんなマテリアル触ってたから、何でも逆に言うとできたから、重宝されていろんなところでお金は稼げて、でわーってやってるうちにもうビザも取るのも大変だったから、じゃあ日本帰ろうって言って日本帰ってきて、なんでステンシルかっていう前に多分ペインティングをしたの。なんでかっていうと、学校を卒業しちゃった後に機材がなくて、ですごい格安のオープンパブリックな版画スタジオみたいなのがあったんだけど、とにかくボロくて、でワークショップもやるから、そこで行きたいって思った時に行けないし、24時間オープンだから行こうと思えば夜中行けるんだけど、ボロいし、機材学校と比べるとボロくて、って思ってるうちにやっぱりこれ無理だなと思ってたら、じゃあペインティングできるのはペインティングだったら家でできるわと思ってペインティング始めてっていう、その流れでけどやっぱり結局ペインティングは自分のメジャーじゃなかったらそうでもないから、やっぱりステンシルにどんどん系統してっていう流れがあるんだと思うんだけど、でその時はニューヨークにいた時の友達でフェイルっていう子がいて、その子たちがステンシルとかシルクとかもやってたんだけどみたいなことをやってる子がいて、見張り上げるからが必要、街にゴムに行く時見張りがいるけど、見張りだけだと超つまんないから、とりあえずステンシル抜いてこい、抜いてきたらやりながら、自分たちがメインだけどシューってたまにやりゃいいじゃんっていう程度に持ってってやり始めて、最初やってた時はあんまりうまくいかなくて、って言って難しいとかって話してたら、スタジオ遊びに来ないって言って、で言ってたら切り方っていうか、こうやるんだ、なるほどなるほどって言ってるうちにできるようになって、で
ペインティングって重いからお金に結構ならなくて、イラストレーターだったら多分なるんだろうけど、僕別にイラストレーターじゃなかったから、こう描けるものしか描けないっていうか、逆になんかこう描いたものをどうお金にするかの話になっちゃってたから、そういう時にステンシルを教えてくれたの、その子たちが。そうするとこう今度はこうそれを T シャツにするとか、こう結構できるようになって、それでまあしばらくステンシル超いいわと思ってやってたんだけど、ステンシルでもう絶対これで一発いけるっていう感じはなくて、なんかもう一個ないかなって思ってた時に、なんか友達にこう刺繍のものをもらって、手作りのなんかこれ刺繍できるな、何の知識もなかったんだけど、で思った時にステンシル吹いてるやつに布とかに吹いて、でそれに糸で刺繍したらなんかちょっと厚みも出るし面白いのかなって思って始めたのが刺繍、一番最初に。なんかまあ刺繍はなんか良さそうだなっていう手応えがあったんだけど、とにかく知識がないからもうすごい1個目作るのすごい大変で、やれるとは思ったけど、まあ、なかなか次に行かなくて、でまあなんかサンプルじゃないけどいろいろ作り始めてて、で何個かたまったから、まあいろんな人に見せる、ポートフォリオ見せるみたいにその作品を見せていったら、めちゃくちゃ反応がまあ食いつきが良くて、やっぱこれ刺繍なんだな、刺繍いけるんだなって思って、じゃあ刺繍やろうって、刺繍の展示をやろうって。まあ別に本当は人間も描きたいなって思う時もあるんだけど、逆に言うと人間を描く理由があんまりなくて、まあ象徴的に人間を使うっていうのもありなんだろうけど、あまりちゃんと描きすぎると、例えばレンブラントの誰々の絵みたいな感じに、誰なのこの人誰なのみたいな。で人間が象徴になるこのストーリーの中で意味を持たせるよりも、なんか動物とかの方がいろんな意味を持ってたりするから、例えばまあフクロウとかだったら森の賢者みたいなあだ名みたいなのが結構あるから、それだったら動物を使った方がストーリーを作りやすいし、人も見た時に何だろうって誰だろうじゃなくて何だろうっていうふうに思えるのかなと思って動物を描き始めた。まあもともと描いてはいるんだけど、人をどんどん排除していったっていうか。だけど例えばイエス・キリストを描くんでも頭が動物だったら何だろうなってなるでしょう。もうイエス・キリスト描いちゃったらもうカトリックの絵になっちゃうけど、それでしかないっていう。まあ本当に普通に影響を受けてるものをそのまま出してるだけだと思うんだけども、宗教をモチーフっていうともう本当にもう幼稚園から小学校までがカトリックの学校行ってたから、で家もカトリックだからそれの影響をもろに受けてて、宗教そんなに信心深いわけでもないんだけど、うちもだけどやっぱり出ちゃうし、文字とかこういう感じののは多分音楽の逆に影響で T シャツだったりレコードだったり、あとまあポスターとかの影響がすごく強い、まあ、フライヤーとかだな、ポスターっていうか僕らの時は
の影響をものに受けてるから、それで文字を使いたがるっていう。まあそもそもさっきも言ってた動物をまあよく使うからっていうのと、たまたまその「遠野物語」っていうののお白様っていうものを知って、それっていうのはなんかもともとこう土着の宗教っぽいものらしくて、まあ動物をまあ地方だからかもしれないけど、動物っていうのはこう恵みでもあるけども脅威でもあって、だからこそこう崇めもするし恐れもする。そのなんだろう、響きっていうのが恐れと崇拝みたいなのってなんか獣っていう響きとなんか似てるなと思ってて、その獣って動物のことも言うんだけど、その獣ってペット的なものでもあるし、すごく野生的なもの神社で言うと動物を連れ込まないでくれって言うとすごく不浄のものだから多分入れちゃいけないんだと思うけど、ペットってなると不浄じゃない。だからそういうなんかよくわからないそのぐちゃっとミックスした響きが多分獣なのかな。それがすごくその遠野物語のお白様を知った時にこう僕が思ってるそういういつも作るこういいものと悪いもののミックスしてるものと獣っていうのがリンクしたっていうか、なので獣ってにしよう。最近割とミックスメディアを多くしてて、ペイントとステンシルと刺繍混ぜるのが多かったんだけども、今回は割とまた刺繍をメインにしてるっていうのも、まあ、刺繍は刺繍が綺麗なのかなっていう、まあ、原点回帰じゃないけどっていうのと、あとはまあとはいえやっぱ新しいことをしたいっていうので彫刻作品も結構やってて、友達のところで焼かしてもらった陶器の頭の動物のスカルプチャーを一応知ってる。